んにちは。りょうずノート大好きな人おうちで介護、りょうさんです。本日は介護・看護で使える簡単便利術3つご紹介します。おうちでの介護も病院での看護もどちらでもお役に立てる内容ですので、ぜひご覧ください。それではまず1つ目、消毒用アルコール綿の保管方法です。特におうちで介護なされている方におすすめします。準備するもの、小分け用の容器、100均のお弁当箱やキッチンコーナーにあります。方法はパックや袋に入ったアルコール綿を容器に小分けします。アルコールが乾燥・蒸発しにくい。蓋やチャックを閉め忘れて綿が乾燥してしまった場合に、大きい容器より損失が少しで済みます。デメリットは容器を洗う手間が増えること。豆知識ですが、私は気管切開用と体温計を拭く用で容器の形を変えています。理由は気管切開用はより清潔で取り扱いたいので、区別をつきやすくするためです。丸と四角だとパッと見て区別がつきやすいかなと思ってわざと形を変えました。それと容器ごと裏返して置いておくと蓋の閉め忘れ防止になります。蓋が直につく方が汚いんじゃって思う人はまずその台や机をきれいにしてください。そもそも蓋が上向きだから絶対きれいとは限りませんよね。容器を裏返して置いておくことのもう一つの理由は、すぐに使う上層部、上の方はいつもややなんとなく乾燥気味になります。下層、下に行くほどひたひたです。逆さに置いておくことで使用時十分にアルコールが浸った綿が使えます。注意点ですが、ひたひたな時は容器内で絞っちゃダメです。手の菌がまだ使ってないきれいな綿やその容器を汚染してしまいますので、ゴミ箱の上で絞ってくださいね。ここで一つエピソードをご紹介します。私たち患者は一月に病院やクリニックから支給されるアルコール綿が限られています。特に去年はコロナの影響で支給が減った時期もありました。その貴重なアルコール綿は単の量が多いときは足りなくなることも。ですので、一月持つように大事に使っています。数年前の話ですが、ある日、医療者様がうっかりアルコールの綿の口を閉め忘れてお帰りになったことがありました。たまたま開封したばっかりだったので、残りの大半が乾燥してしまい、残念な結果に。結局足りなくなり、自分で薬局で購入することになりました。そんな出来事から小分けするようになりました。では続きまして2つ目、摘便の時の便の処理方法です。摘便とは自然に便が出ない人のお尻の穴に指を入れて便をかき出す方法のことです。準備するものは新聞紙やチラシ、そしてハサミです。方法は新聞紙をハサミで切ります。おすすめは縦方向のみにハサミを入れると少ない工程で済みます。メリットとして、新聞を購読している方の場合は新聞の処理が減るのと節約できること、一石二鳥です。あとはティッシュの節約。便のついた手袋を紙につけるときに拭き取りやすく使いやすいです。ティッシュは面積が狭いですが、新聞紙は広いのでシーツについちゃったってことも減るかな。皆さんは私みたいなこんな粗相はしませんか？デメリットは新聞を取っていないので新聞がない。新聞紙を切るという作業が増えるということがあります。豆知識です。新聞がない方は通販の折り込みチラシなどで代用してください。広告やチラシは紙質がツルツルな場合が多いです。ツルツルな紙質だと新聞紙ほど気持ちよく便が拭けないです。綺麗な広告より白黒印刷とかちょっと安っぽそうだなっていう紙の方が使いやすいです。切るのが面倒な方は1枚の新聞紙を四つ折りにしてそれぞれの面で使うといいと思います。貴重な新聞ですが、あまり小さく切ると逆に使いづらいのでご注意ください。最後に3つ目、細長いゴミの捨て方。準備するもの、一手間。方法はその長いゴミを結んでから捨てるです。メリットとして、ゴミ箱から飛び出ない、見た目が良くなる、ゴミの体積が減る。デメリットとして手間が増える。慣れると無意識にしてしまいますよ。
エピソード、吸引カテーテルの空袋はやたらと細長いんです。ゴミ箱に捨てると飛び出ていて、なんか散らかってるように見えちゃいませんか？お忙しい看護師さんも2秒もあれば結べるので、ぜひ試してください。いかがでしたか？そんなことかって思われたかもしれませんが、お家で介護をしている私たちは名もなき家事がいっぱいあります。少しでも労力や無駄な時間を減らしたい。今後も簡単、便利、そして節約にもつながるような情報をシェアさせていただきたいと思います。どなたかのお役に立てれば嬉しいな。ご視聴ありがとうございました。それではまた。Clear nights and I'm ready to fall